皆さんこんにちは、ともりあらたです。今日はですね、資生堂さんがまたすごい発見をしたっていうお話になります。最近のお化粧品っていうのは新しい発見に基づいて対応する成分を入れるっていうことが当たり前になってきてるんですけども、今回はですね、世界でも結構驚きの発見をして、それを化粧品に落とし込んでるっていうことになるんですが、まず化粧品は何かっていうと、このクレドポーのルセラムっていうシリーズになります。このルセラムシリーズ、そもそも肌には知性があって、肌はいろんなものを選別してますよ。だからその知性を上げていけば肌のバリア機能が整っていったりとか、それによって老化を止めていきましょうっていうようなコンセプトなんですけれども、なんとなく漠然とするじゃないですか。確かに肌ってなんか敏感になったりとか、なんかいろんなものをブロックしたりとか、知性ありそうな感じなんだけど、まあざっくりしてるなっていうイメージだったんですけど、本当に肌っていうのはいろんないい刺激悪い刺激を選別してるっていうことを見つけたのが今回の大発見になっています。そしてそれだけかと思ったらですね、もう一つ世界的にもびっくりする発見をしているので、それも詳しくお伝えしたいと思いますので、最後までご覧ください。では早速、今回の発見というのが何かっていうと、肌に OB プロテインというタンパク質が存在してたっていうことが今回分かったんですね。 OB プロテインって何ですかっていう風な感じですよね。実はこれはですね、匂い物質結合タンパクという風に呼ばれていて、英語ではオドラントバインディングプロテインっていうんですね。匂いと匂いを結合させるっていうようなイメージで、どこで発見されていたかっていうと、鼻なんですよ。鼻中の中にあるタンパク質で、これが鼻粘膜に刺激になるような匂いだったりを選別して鼻の粘膜に入れないようにしてるっていうのは昔から分かっていたんですね。実はこの匂い結合タンパクっていうのが肌にもあるっていうことが今回の資生堂の研究で分かりました。 OB プロテインっていうのは中で筒状のものなんですよね。これが肌の上にあることでいらない刺激がくっつくじゃないですか。そうするとこの筒の中に入れて肌の中に入れないようにブロックするんですね。それがターンオーバーで排除されるので、いいものは土管を通していくんですけども、いらないものはこの土管みたいな筒状のものに入れておいて排除して出していくっていうものになります。じゃあこれがあるのとないのと何が肌にとって違うかっていうと、この OB プロテインが多いとですね、表皮に厚みがあるっていうことが分かったんですね。分かりやすく言うと、まずバリア機能が高まる。そうすることによって肌が揺らがなくなるっていうことと、表皮の厚みがあるっていうことは自分の中で細胞間脂質だったりとかヒアルロン酸をしっかり作ってるっていうことなので、肌がみずみずしい状態であるっていうことになるんですね。内側からツヤ感が出てるようなお肌になるっていうことが分かっています。 OB プロテインっていうものがある人とない人だと、ある人の方が肌のツヤ感っていうことと肌が揺らがないっていうことになるんですね。ただ残念なことに OB プロテインっていうのは年を取っていくとやっぱり減っていく。だからこそ表皮の厚みも少なくなって、いつものお手入れをしているのになんかツヤ感がなかったりとか、肌が揺らいでしまったりということになってしまう。だからこそこの OB プロテイン大事だよっていうことが分かったんですよ。そこまで分かったらもちろんそうですよね。 OB プロテインを増やしていけば表皮の厚みが保たれるっていうことになるので、ツヤ感がある、そして揺るがないお肌になるっていうことですよ。マドンナリリー花びらエキスっていうものがこの OB プロテインの発現を増やすっていうことが分かりました。それを入れることによって OB プロテインの発現を増やすことができるので、年がいってもこの OB プロテインが低下しないようにするっていうことなんですよ。あとすごく面白いのは、この OB プロテイン年がいくと減る傾向にあるんですけれども、実は若い人の中でもこの OB プロテインが低下しちゃってる人が一定いらっしゃるんですって。土台を整えたいっていう人はこの OB プロテインを保つようなケアをしていかなくちゃいけないなって思うんですね。クレドポーっていうのは資生堂の高級ラインじゃないですか。今回の OB プロテインもすごいんですけれども、今までのちょっと1個前のものには基底膜のラミニン511を増やすことによって表皮の幹細胞の数を増やしていきますっていうようなケルプスエキスっていうようなものも入っていたんですね。今までのクレドポーは幹細胞の研究っていうことをベースにしたりとかもしていました。今回幹細胞の研究をずっとしているからこそ、またもう一つの大発見があったんです。
です。皆さん、幹細胞ってどんな細胞だと思います？幹細胞っていうのは何にでも生み出す細胞だから、減ることはあっても幹細胞自体は老化をしないものだっていうふうにほぼ皆さん思っていたし、研究者の皆さんもみんな思っていたんです。実は表皮の幹細胞も老化するっていうことが今回の研究で分かったんです。これは CBRC って言って、資生堂とハーバード大学とマサチューセッツ大学の共同研究の施設があるんですが、そこで見つけられた発見なんですけれども、表皮の幹細胞っていうものには YS プロテインっていうものがあって、この YS プロテインが変性してしまうと表皮の幹細胞が老化していって、なので新しく生まれていく細胞がおかしくなっていくっていうことが分かったんです。それだけじゃなくて、これは元の幹細胞とは違う働きをして細胞を生み出すんじゃなくって、周りの細胞にも悪影響を与えちゃうっていうことなんですよ。なので今まで幹細胞を生み出すっていうことばっかりやっていて、数もたくさんあるなって思っていたけれども、 YS タンパクが変性しているような幹細胞だったとしたら、いい細胞を作れなかったっていうことなんですよ。なので数じゃなくて、やっぱり質にこだわらないといい細胞生まれないっていうことの大発見なんですね。今回老化をするよっていうことを見つけたのも本当にすごいことだなと思います。じゃあこの YS タンパクの変性を抑えるっていう成分を見つけてるのがまたね、研究のすごいところで、レモンアイアンウッドエキスというものになります。レモンアイアンウッドエキスっていうのが YS タンパクの変性を抑えることによって、表皮の幹細胞が老化することを抑えてくれる。なのできちっと細胞が生まれて老化をしにくいお肌になるっていうことですよ。すごいですよね。なので研究のベースが入っているのが今回のクレドポーのルセラムになります。これだけでもすごいんですけれども、成分って浸透していかなければいけないじゃないですか。この浸透にもまたすごいことが入っています。肌荒れがしているところとかに、早くこの製剤がいった方がいいっていうところを考えたんだと思うんですが、肌荒れしている場所っていうのはプラスの電荷に傾いているんですね。プラスのところっていうのにしっかりといくようにマイナスの電荷があるような機材を入れることによって、プラスとマイナスってちゃんと磁石の要領でくっつくわけじゃないですか。そこにスッといくような設計が取られてるんですよ。これ自体もめっちゃすごいなと思うので、さらっと入れてくるあたりが資生堂の最高峰のクレドポーなんだなっていうふうに思います。なので、まとめるとですね、肌に刺激になるようなものを選別しているような OB プロテインを増やして、表皮の幹細胞の老化を抑えて、全体的に肌自体の衰えを抑えていくっていうような美容液になっています。お値段はあんまり可愛くはないんですけれども、どういったメカニズムで肌をきれいにするかっていうのがなかなかね、わからない方もいらっしゃったのかなと思うので、今回はちょっと深掘りをしてみました。今回はですね、もう私自身もびっくりするような発見が入っているものなので、久しぶりにちょっと興奮して皆さんにお伝えしてみました。やっぱり日本の研究者さんってすごいなっていうふうに今回も思いました。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。月額90円にはなりますけれど、メンバーシップっていうのを始めています。今日みたいにすごい化粧品が発売になったよみたいなことの先出しだったりとか、普通の動画では言えないようなお話だったりとかをですね、メンバー限定でお話をしています。毎週水曜日にメンバー限定の YouTube ライブをしているんですが、そのライブに参加できないよっていう方もですね、メンバー限定のアーカイブが残っておりますので、月額90円にはなりますけれども、メンバーシップ入っていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。